今回はですね、お金をテーマに、作品を作ってみました。今までは環境問題を主にですね、テーマに掲げて、作品を作ってきたんですけども、お金の問題っていうのが結構環境問題にも絡んできててですね、最近農業もちょっとこう手を出し始めたんですよね。農業をやってても、結構お金に絡んでですね、ものすごい大規模に農業をやっていかないともう農家の人たちは生活できないと。お金に絡んで、いつもこの経済の発展とともに反比例するように、公害問題とかできてるんで、その辺は今回の作品にですね、を作るきっかけになったと思うんですけど。日本語では裸の王様っていうらしいですけど、英語ではその Emperor's New Clothes っていうのは多分世界ではそのエンペラーと言える存在っていうのは今日本の天皇しかないんですね。最初ねエンペラーって聞いてね、日本の天皇っていうことの話を聞いた時にってやっぱりね日本人としてびっくりする。まずでなんでそんなにびっくりするのか、その反応は何なのかって思うんですよね。で例えばお金もそうなんですけども、例えば道端にねお金が落っこってたりするとすごいハッとすると。お金っていうものとその天皇っていう存在が結構自分たちの中で、似てるなって思ったんですよね。お金ってみんな信用してるんだけど、実は紙切れなんだけどみんな信用してるから、紙切れ以外のものすごい大きなものにもなってるっていう、なんで自分たちは、そのお金を見てそこまでハッとするのかっていう、素朴の疑問から、入っていって、裸の王様っていうのは結構そのストーリー的にはものすごいピンときたんで、普段ねポケットの中に入れてる財布の中に入れてるお金って、あんまりじっくり見たこともないし、本当の価値っていうのは何かで、そこでもしかしたらそれはもう裸になってるんじゃないか、今回の作品見て実際にそのお金が1000円が1000円の価値に見えるのか、それとももうそれがもうスルーしちゃって、透明に見えてしまうような、錯覚に陥るのかっていうのも、その作品に込めたブラックジョークっていうか、自分たちもアート業界もある意味で同じような感じで、この作品はこの価値があって、この作品はこの価値があるっていうのは決められるっていうのはマーケットがあって、でそこでみんなの信用っていうのはあると思うんですけど、Emperor's New Clothes っていうのは洋服が存在するかしないかっていうのはみんなが決めることで、みんなが洋服があるって思ってればもうそれはそれで洋服がないって言えないかもしれないし、裸だっていうふうに言えない部分があると思うんですよ。だからお金もただの紙切りだって言い切れないじゃないですか。実際に物が買えるし、実際にものすごい権力があるわけだから、その紙の中に。だからそういう意味で微妙な線があると思うんですね。別にもう全部嘘だっていうふうにこっちが言ってもしょうがないし、みんながどう思ってるかっていう、それが一番重要で、当たり前だって思っていたものがもしかしてそうではないっていう意味では、実は意味があるのではないかっていうふうに考えてますけどアーティストとしてはいつも見えない部分をこう見ようとするのが結構癖なんで、そういう何か隠されてる部分とか、その常識だと思われたところをなんか思わずこうひっくり返したくなるような、そういう癖があって、だから常にそういうのをこう見ていくと、なんていうんですかね、裸に見える場合もあるし、自分が信じてたことっていうのが、違うんじゃないかって、こう思っちゃったりとかする、場合もあって、だから何が本当で何が嘘なのか、でそれも意外と構築されたものだったりするんで、じっくり見てみると虚構の世界に生きてたんじゃないか、現実はこっちなんじゃないかっ
とか日本でやるのは結構その神経質になるのがすぐねやっぱりすぐもうこの展示会でどうしてもねお金の方にもっと注目してほしいのに、そのねみんなのねその視点とベクトルがねそっちのねエンペラーの方に行っちゃうんですよ、ね、どうしてもねそっちの方のなんていうの引っ張る力が強くてまあそれだけ存在感があるんでしょうね。